会社の組織は一番上に社長がいて、上から順に役員、部長、課長、係長など様々な役職がピラミッド型に構成されていることが多いです。普段は特段気にしないことも多いと思いますが、なぜこのような構造になっているのでしょう。この動画ではまず、組織構造の種類として、ピラミッド型とフラット型を紹介します。それぞれの特徴を解説した後に、組織内の情報連絡について解説していきます。早速ですが、まずは組織構造の種類として、ピラミッド型とフラット型について説明します。会社の組織は大きくピラミッド型とフラット型に分かれます。ここで両方の組織で構成人数が7人の場合を考えてみます。この時、それぞれの人同士をつなぐ線の本数に注目してみましょう。ピラミッド型では線の本数は6本であるのに対し、フラット型では線の本数は21本になります。ここで線の本数は人同士のコミュニケーション経路を表します。ピラミッド型の方が線の本数が少ないので、ピラミッド型の方がコミュニケーション経路が単純であることがわかります。人同士が情報連絡をする際には毎回時間などのコストがかかります。ピラミッド型の方がコミュニケーション経路が単純であるため、コミュニケーションコストは低いということができます。一方、ピラミッド型では上の人と下の人は直接話し合うことはなく、中間の人伝いで情報が連絡されることとなります。よって、情報の正確性や納得感という観点では、どんな人とも直接話し合えるフラット型の方が優れているということができます。ピラミッド型もフラット型もそれぞれメリットデメリットがあるため、一概にどちらがいい悪いということではなく、バランスを見て組織の基本形を選択することが大事になってきます。次に、組織内の情報連絡に関して、コミュニケーションの頻度について見ていきます。今、世の中にある様々な組織を環境変化が多いか少ないか、他社との協業が多いか少ないかで分けていくことを考えてみます。皆さんの働いている会社はどこに当てはまるでしょうか。分け方にもいろいろとあります。業界ごとという大きな塊で分ける場合、例えばこのように分けられます。IT 関連でプログラミングを行う仕事だと、様々な開発言語などを覚えながら、基本的に一人でプログラミングをしていくような仕事ですと、環境変化は多い、他社との協業は少ないとなるでしょう。製造業で社会を下支えするインフラ関係の製品を作っている会社ですと、ものづくりは一人ではできないため、他社との協業は多い。また、製品の使用は基本的に大きく変わらないのであれば、環境変化は少ないとなるでしょう。もう少し範囲を狭めて、製造業の中で考えてみます。ここでは、見込み生産が主な会社と、受注生産が主な会社に分けて考えてみます。見込み生産が主な会社は、環境変化が激しく、未来が読みにくいため、見込み生産を行っています。そのため、環境変化は比較的多いです。一方、受注生産が主な会社は、比較的安定した毎月の受注があり、未来が読みやすいため、受注生産を行っています。さらに範囲を絞って、自社内の部署ごとで分けてみます。例えば、ここでは、製造業のある架空の会社を挙げてみます。営業部は日々顧客の様々な要望に応え、社内外との協業も多いため、環境変化が多い、かつ他社との協業が多いの区分に分けられます。一方、経理部門は基本的には法律で決められたルールにのっとり、日々の会計的な数字をパソコンに打ち込んでいく仕事であり、環境変化が少ない、かつ他社との協業が少ないの区分に分けられます。同じ製造業でも会社によってこの区分は大きく異なると思います。
様々な側面から自社や自分の所属部署の特徴を一度考えてみると面白いと思います。ビジネスの世界以外でも、例えばスポーツの世界でも、この区分は適用できます。例えばサッカーは、その時々で周りの環境が変化するチームプレーのスポーツなので、環境変化は多い、他者との協業も多いの区分に当てはまります。剣道の団体戦は、一人一人が順番に戦うので、他者との協業はないですが、相手との対戦では、微妙な間の取り合いなどに対応する必要があるため、環境変化は多い、他者との協業は少ないの区分となります。野球はチームスポーツでみんなと戦いますが、1回ごとに決められた場所でスタートするので、サッカーと比べて環境変化は少ないです。よって環境変化は少ない、他者との協業は多いの区分になります。陸上競技の例えば100メートル走は、環境変化も他者との協業も少ない区分になります。様々なスポーツがありますが、環境変化が多い、または他者との協業が多いほど、都度のコミュニケーションが必要になってきます。例えばサッカーでは、アイコンタクトや声かけを頻繁に行いながらゲームを進めていきます。会社の事例に戻ります。ビジネスでも環境変化が多い、または他者との協業が多い仕事ほど、都度のコミュニケーションが必要になります。自分の仕事はどのような区分なのか、周りと比較して考えてみると面白いと思います。最後に、自社はどのような体制が最適なのか考えることについて説明します。前半にご説明した通り、会社の組織構造には大きくピラミッド型とフラット型がありますが、それぞれメリット、デメリットがあります。コミュニケーションコストに関しては、会社の人数が多くなれば多くなるほど、指数関数的に増加していきます。コミュニケーション経路につきまして、7人の場合は、ピラミッド型は6通り、フラット型は21通りと、せいぜい3倍程度の差なのに対し、2047人の場合は、ピラミッド型では約2000通り、フラット型では約200万通りと、約1000倍程度の差に拡大します。ただ、メールをはじめ、その他チャットなどのデジタルツールを使用することで、それぞれのデメリットを多少解消させる余地はあります。例えば、ピラミッド型の組織の場合、社長の言葉はまずは部長に伝えられて、その後課長に、その後になって初めて一般社員の方に伝えられます。このように見ると、部長や課長といった役職の方は、組織の情報伝達の面で非常に重要な立ち位置により、重要な役割を持っていることがわかります。しかし、時には社長の意図がなかなか一般社員の方まで伝わらないということで困ることもあると思います。そこで、例えばビデオメッセージや動画配信を行うことで、どのような社員の方でも直接社長の言葉を聞くことができるようにすることで、社長の考えを広く社内に浸透させることが可能となります。ピラミッド型、フラット型、それぞれにメリット、デメリットがありますが、それぞれを取り入れるバランス、社内のデジタルスキル、組織文化などによって、どのような体制がいいのか、総合的に判断していくことが大事になります。会社組織は一般的にはピラミッド型が多いと思いますが、組織規模やコミュニケーション頻度によっては、フラット型のメリットが生きやすいこともあり得ます。自社や自部門にとって何が最適か模索して、皆が働きやすい環境づくりを考えていくことが大事だと思います。この動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします。
今後も製造業に関する役立つ情報を発信していきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。